酒比べ。大恩寺前は吉原の裏にある町だった。だからいつも三味線や歌が聞こえていたし、住んでいる人も吉原で働いている人が多かった。近くに私立の学校があって、お金があるうちの子供たちはみんなその学校へ行った。学生が1000人ぐらいいて、貴族気取りの金持ちの子、金貸しの子、寺の子もいた。寺の子は名前を真如という。今年15歳。学校で一番成績が良かったから、他の学生たちに一目置かれる子供だった。将来は寺の住職になることが決まっていた。大恩寺前の子供たちには2つのグループがある。横丁に住んでいる子供たちの横丁組と、表町に住んでいる子供たちの表町組だ。横丁組のリーダーの長吉は16歳。乱暴者で大人たちにも評判が悪かった。表町の翔太は私立の学校に通っていて、頭も良かったし、愛嬌もあって評判が良かった。ただ、金貸しの祖母と2人暮らしだったから、よく思っていない者もいた。ある日、長吉は寺へ真如に会いに行った。聞いてくれ、新さん。俺たちの横丁組はいつも表町組に負けている。俺は悔しい。翔太に勝ちたい。いくら頭が良くても、あいつは金貸しだ。生きていても人のためにならないんだよ。だから新さん、横丁組に入って、俺に力を貸してくれ。俺は勉強ができないが、新さんはできるからな。真如は困った。翔太は同じ学校の友達だ。しかし、断るのはかわいそうだと思った。長吉は横丁組のリーダーだが、乱暴すぎて本当の友達は一人もいない。みんな彼が怖いから従っているだけなのだ。僕は弱いよ、と真如は言った。僕が入ると横丁組は負けるけど、いいの？いいんだよ。新さんが俺たちの後ろで威張っててくれるだけで、みんな勇気が出るんだ。はあ、安心した。お前が味方なら1000人力だ。ありがとう、新さん。長吉の家族は寺の檀家で、和尚が長吉を気にかけていたこともあって、真如は断ることができなかった。緑は紀州の貧しいうちの生まれだった。幼い頃、姉が大黒屋に売られた。そのつてを頼って、家族と緑も大黒屋へ働きに来た。最初は訛を馬鹿にされたり、いじめられたりして、三日三晩泣いたこともあった。しかし、姉が大黒屋で一番人気になってから、あまり不自由をしなくなった。姉の気を引くために、緑に小遣いをくれる客も多くなった。大黒屋の養女ではなかったが、緑は私立の学校へ通わせてもらっていた。簡単にもらったお金は簡単に使ってしまうものだ。緑は姉の客からもらったお金で、学校の女友達20人にマリを買ってあげたり、表町組の遊び場になっている筆屋の古い商品を全部買ってあげたりしていた。夏祭りが近かった。表町の子供たちはいつものように筆屋に集まって、祭りで何をしようかと相談していた。
お金のことは気にしないで。私が全部払うから。と緑が言ったので、子供たちは喜んで好きなことを言い始めた。演劇をやろう。それより立派なおみこしを作ろう。そんなんじゃ緑さんが楽しくないだろうと翔太が他の子供たちに言った。緑さんが好きなものをしよう。幻灯はどう？うちに少しあるし、足りないものは緑さんに買ってもらおう。それでみんな祭りのために準備を始めた。祭りの前日になると、その噂は横丁にも伝わった。祭りの日は朝から人が多くて、にぎやかな笛や太鼓の音が聞こえていた。夕方になると、表町の子供たちはみんな筆屋に集まって、幻灯の準備を始めた。しかし、緑がまだ来ていなかった。翔太は入り口を出たり入ったりしながら待っていたが、待ちきれなくなって三五郎を呼んだ。三五郎、緑さんを呼んできてくれ。大黒屋の寮へ行って、外から緑さんって言えば聞こえるはずだ。三五郎はすぐ走って行った。三五郎のうちは横丁の長屋で、大家は長吉の親だ。だから横丁組に入るのが筋だが、家族は貧乏で、翔太の祖母に借金がある。金を貸してもらえなくなったら生活ができないから、翔太に呼ばれたら断りづらい。しかし、それを長吉に知られると都合が悪い。難しい立場だった。筆屋で待っている翔太のところに祖母が迎えに来た。翔太、晩ご飯の時間だよ。早く食べに帰りなさい。遊ぶのは晩ご飯の後だよ。それで翔太は祖母と一緒に家へ帰った。子供たちは静かになった。翔太の祖母の悪口を言う近所の人たちの声だけが聞こえた。三五郎に呼ばれた緑が急いで筆屋に着くと、まだ翔太は戻っていなかった。面白くない。翔太さんがいなかったら幻灯も始められないじゃない。緑は機嫌が悪くなった。しばらくみんなで暇つぶしをしていると、入り口で騒ぎが起こった。横丁組の子供たちが来て、三五郎を殴ったのだ。お前は横丁に住んでいるのに、表町の奴らと付き合っているのか。ふざけやがって。長吉は逃げる三五郎を捕まえて、また殴った。それから、横丁組の子供たちはみんなで三五郎を殴ったり蹴ったりした。草履のまま筆屋に入って、翔太はどこだ？出てこい！と、店の中を荒らし始めた。緑は怒って長吉に言った。翔太さんと喧嘩がしたかったら、翔太さんとしなさいよ。どうしてさんちゃんを殴るの？あいにく今、翔太さんはいないの。さんちゃんを殴るんなら、私を殴りなさい、卑怯者。うるさい！女郎にはこれがお似合いだ。長吉は草履を片方掴んで投げつけた。草履は狙い通り緑の顔に当たった。カッとなった緑を筆屋の奥さんが慌てて抱き留めた。仕返ししたかったらいつでも来い。こっちには新女がついてるんだぞ。誰かが警察を呼んだようで、固い足音が聞こえた。横丁組の子供たちは三五郎を土間に投げて、急いで逃げ出した。三五郎は大声で長吉を罵りながら泣いた。次の日、緑は学校へ行きたくなかった。学校をサボって神社へお参りに行った。
帰りに翔太に会った。みどりさん、昨日はごめん。翔太さんが謝ることじゃないわ。でも、長吉は俺と喧嘩しに来たんだ。俺がいれば、みどりさんにも三五郎にも乱暴させなかったのに。みどりさん、怪我はない？大丈夫よ。みどりはにっこり笑ってみせた。翔太の家の近くまで戻ってきた。みどりさん、寄っていかない？今うちに誰もいないんだ。前に話した錦屋を見せるよ。翔太が言うと、みどりは黙ってうなずいた。翔太のうちには、借金の方に預かった高価なものがたくさんある。一つ一つ説明しながら見せると、みどりが喜んで褒めるので、翔太は嬉しくなった。みどりさん、見て、これ、母さんの形見なんだ。母さんは、俺が3歳の時に死んだ。父さんは田舎へ帰ってしまって、それから俺の家族は、ばあさんだけなんだ。ばあさんは、俺のために本当に頑張ってくれてる。金貸しといっても、うちは年寄りと子供だけだから、みんな馬鹿にするんだ。困っていると言うから金を貸したのに、返さないで、ばあさんの悪口を言う人もいる。本当に悔しいよ。涙が出る。みどりは、そんな泣き虫だから横丁の奴らに馬鹿にされるのよ、と言いたかった。しかし、翔太が恥ずかしそうにしていたから、代わりに、祭りの時の着物、よく似合ってたよ、と言った。いつか私の部屋にも遊びに来てね、と言って、大黒屋の寮へ帰る緑の後ろ姿を、翔太は美しいと思った。新女と緑は同じ学校に通っている。数ヶ月前、桜も散った4月末、学校で運動会があった。みんなで一日中スポーツをして日が暮れた。いつもは冷静な新女が池の近くの松の根につまずいて転んだ。着物が汚れたのを見て、近くにいた緑がすぐにハンカチを出した。これで拭いたらと新女に手渡すと、友達がそれを見て冷やかした。新女さん、住職になるのに女と話して嬉しそうだな。みどりさんと結婚するのか？新女はひどく恥ずかしかった。その時から新女は緑の名前を聞くだけで変な嫌な気持ちになった。怒ることもできないから、ただ聞こえないふりをした。緑は新女のそんな気持ちに気づきもしないで、新さん、新さんと親しく話しかけた。帰り道できれいな花を見つけた緑が、ねえ、新さん、私は届かないの、取ってくれない？と振り返って言ったときは、さすがに聞こえないふりはできなかった。新女は急いで一番近い花を取って、投げるように手渡すと、足早に通り過ぎた。緑は、なんて不愛想な人だろうと思った。しかし、その後も、いくら話しかけてもろくに返事もしないし、近づけば逃げる。新女は他の人には親切なのに、緑にだけ意地悪だった。緑は気分を悪くした。友達だと思ったから話しかけていたのに、ひどい人だと思った。それで、いつの間にか、緑も新女を無視するようになっていた。祭りの翌日から、緑は一度も学校へ行かなかった。もちろん、草履を顔に投げつけられた屈辱のせいだ。そういえばあの時、長吉は、
こっちには新女がついているんだぞ。と言った。新女はおとなしい性格に見えるが、もしかしたら、裏で長吉にいろいろ乱暴を命じているのかもしれない。なんて卑怯な人なんだろう、と緑は恨みを募らせた。緑の姉は大黒屋の一番人気で、男たちがいくらでも金を出した。緑には自慢の姉だった。吉原では出世できるのは女だけだ。幼い頃から吉原で生きている緑は、男が怖いとは思わなかったし、女郎が卑しいとも思わなかった。美しい姉が見えないところでどんなに辛い思いをしているのか知らなかった。緑は14歳。女の子らしく人形遊びもするが、学校へ行かなくなった今、聞くのは吉原の好きだ嫌いだという噂話ばかりだった。新女はよく和尚の手伝いをしていた。和尚はうなぎを食べながら酒を飲むのが好きだった。表町のうなぎ屋へうなぎを買いに行かされるのはいつも新女だ。新女はそれが本当に嫌だった。生臭坊主と悪口を言われるのが怖い。誰かに見られていないかと、うなぎ屋へ行くときはいつも周りを気にしながら歩いた。特に表町の子供たちが集まる筆屋の前を通るときが一番怖い。学校では成績がいいから誰も言わないが、本当はとても内気で臆病な性格なのだ。新女はそんな自分が嫌いだった。新女の姉は隣町のカフェで働いている。美人で愛嬌もあったから、カフェは夜遅くまで若い男たちでいっぱいだった。新女はそれも恥ずかしくて嫌だった。夏祭りの夜、緑が長吉に草履を投げつけられたとき、新女は深夜まで姉のところにいて何も知らなかった。翌日聞いて驚いた。おまけに長吉は新女の名前を使ったという。つくづく迷惑だ。長吉もさすがに悪いことをしたと思ったのだろう。4、5日後で謝りに来た。許してくれ、新さん。翔太が留守だと知らなかったんだ。女郎一匹のために三五郎を殴りたくはなかったんだが、踏み込んでしまった勢いで何もしないわけにはいかないだろう。でも、新さんが横丁組にいてくれたから、俺も勇気が出たんだぜ。新さん、俺を見捨てないでくれ。そんなことを言われても困る、と思ったが、新女は怒ることもできなかった。とにかく、弱い者いじめは恥ずかしいことだ。三五郎や緑を相手にしてはいけない。翔太に喧嘩を売られたら仕方がないが、こちらから手出しをしちゃダメだ。と、新女は長吉に言った。しかし、この乱暴者が自分の言うことを聞くとも思えなかった。秋雨が降るある日、いつものように筆屋で遊んでいるとき、誰かが近づく足音が聞こえた。お客さんかと思ったら、足音は店の前で止まって、それきり聞こえなくなった。不思議に思った翔太が外へ出てみて言った。入ってくるはずがないよ、みどりさん。寺の子だ。新さんね、嫌な人。立ち聞きしていたんだわ。あの根性悪。入ってきたらいじめてやったのに。私もちょっと見てやろうと言って、緑は外に出た。
四五軒先を大きい傘を持ってうつむいて歩いている神女がいた。緑はその後ろ姿をいつまでも、いつまでも、いつまでも見ていた。翔太が背中をつついた。緑さん、どうしたの？なんでもない。緑は中に戻って、また子供たちと遊び始めた。シンさんは本当に嫌なやつよね。おとなしそうな顔をして、きっと裏で一番悪いことをしているんだわ。ねえ、翔太さんもそう思うでしょ？遊びながら緑は神女の悪口を言った。でも、やっぱりシンさんは道理がわかっているよ。長吉のやつはどうしようもないけど。翔太が大人の口ぶりを真似して言ったので、緑は笑って翔太の頬をつついた。子供のくせにませたこと言って。俺だってもうすぐ大人だよ。と翔太はムキになって言い返した。大人にならない奴はいない。俺ももうすぐ大人になって、結婚して、綺麗な奥さんを連れて歩くようになるんだ。あらあら、綺麗な奥さんって翔太さんは誰と結婚するつもり？みどりさんじゃないの？と筆屋の奥さんが言った。翔太は真っ赤になってみどりを見た。みどりはもう他の子たちとの遊びに夢中で、何も聞いていなかった。神女が姉のカフェへ行くときは、いつも大黒屋の寮の前を通る。今日も母に姉への用事を頼まれて寺を出た。出たときから雨が降っていたが、すぐに風も強くなった。大黒屋の寮の前の道がぬかるんでいて、足が滑った。あっと思ったら、下駄の鼻緒がずるりと抜けた。神女は舌打ちをした。慣れた人だったら、下駄の鼻緒など、歯切れで簡単に直せるのだが、神女はやったことがない。大黒屋の寮の門に傘を立てかけて、なんとか直そうとやってみるが、焦るばかりでうまくいかなかった。姉への荷物が膝から落ちて泥で汚れた。それを取ろうとして伸ばした袖にも泥がついた。あら、誰かが鼻を切ったみたい。ガラス越しに外を見ていた緑は、歯切れを持って外に出た。すぐに神女だと気がついた。緑は自分の顔が赤くなって鼓動が速くなるのがわかった。恐る恐る門まで行くと、神女がこちらを見た。いつもの緑なら、シンさん、祭りの時はよくも長吉にサンちゃんを殴らせたわね。謝りなさいよ。と神女の襟をつかむところだが、なぜか何も言えなかった。かといって中に戻ることもできない。緑は格子の陰に隠れて自分の鼓動を聞いていた。神女は今すぐ逃げ出したかった。しかし鼻緒を直せないのだからどうしようもない。緑は神女の手元を見て、なんて不器用なんだろうと思った。鼻緒の直し方はそうじゃない。ほら、また裾が汚れた。荷物も膝の上ではすぐ落ちる。もどかしいが、声をかけることができなかった。家の中から声が聞こえた。みどりさん、何をしているの？また風邪をひきますよ。はい、と答えるのも、みどりは恥ずかしかった。仕方なく、持ってきた歯切れを門の向こうに投げた。神女は気づかないふりをした。
やっぱりね、新さんはそうやって、いつも私を無視するんでしょ？と緑は悲しくなった。言いたいことはたくさんあったが、一言も言えなかった。緑は建物の中に戻った。遠くなる足音を聞いてから、新女は緑が投げたはぎれを見た。自分の足元にきれいな赤い友禅の布が落ちて濡れている。新女はそれを拾うことができず、ただじっと見ていた。新さん、どうしたんだ？と声がした。見ると、長吉が傘をさして立っている。鼻緒が切れたのか？ずぶ濡れじゃないか。みっともないな。俺の下駄を履いていけよ。長吉は自分の下駄を脱いで、新女の前に揃えておいた。それじゃ、お前が困るだろう。新女は遠慮した。大丈夫だよ。俺の足の裏は硬いんだ。その下駄は直して寺へ持って行っておけばいいんだろ。さあ、早く履き替えろ。新女は長吉の下駄を履いて姉のところへ。長吉は新女の下駄を持って自分の家へ向かった。赤い友禅のはぎれは門の外に残された。鳥の市の日は天気が良かったから、前の年よりたくさん人が来た。翔太は朝から緑を探していた。表町の子供を見つけて聞くと、吉原の中へ行ったという。今日は緑さん、きれいな着物を着て、花魁のように髪を結って、本当にきれいだったよ。でも、花魁になるのはかわいそうだね。緑さんが花魁になったら、きっと翔太さん、振られるよ。どうして？どうしてって、振られる理由があるからだよ。翔太はそれ以上聞かずに、吉原の門へ急いだ。緑が出てきた。髪を大きく結って、たくさん飾りをつけて、人形のような姿だった。緑さん、きれいだね。どうして俺に最初に見せてくれなかったの？翔太が甘えて言うと、緑はうつむいて。私こんな格好、本当に嫌。と言った。翔太さん、私、寮へ帰る。緑が言った。どうしたの？叱られたの？と翔太は子供らしいことを言った。緑は顔を赤くして泣きそうになった。私、一人で帰るから、ついてこないで。何があったの？緑さん。足早に寮へ向かう緑を翔太は追いかけた。大人になんてなりたくなかった。泣きながら自分の部屋に駆け込んだ緑を追って、翔太も大黒屋の寮に入った。寮の管理人である緑の母は、翔太に微笑んだ。翔太さん、ごめんなさいね、緑がわがままで。今日は特に機嫌が悪いみたい。でも、少し経てば治るでしょう。神社の出店の前に三五郎がいた。翔太さん、聞いた？新女がもうすぐ仏教学校に入るんだって。新女がいなくなったら、あの長吉も、もう筆屋へ来る勇気はないだろうね。翔太は不思議に思った。新女は今の学校を卒業してから仏教学校へ行くと聞いていたのに、どうして早くなったんだろう。しかし、
翔太はそれ以上深く考えなかった。さっき様子が変だった緑のことばかり考えていた。その日から緑は翔太とも遊ばなくなった。病気じゃないかと心配する人もいたが、緑の母は微笑むだけだった。にぎやかな子供たちがみんな変わってしまって、表町は急に寂しくなった。ある冬の朝、緑は寮の門のところに造花の水仙が置いてあるのを見た。誰が置いたのかはわからなかったが、なんとなく懐かしい気がして、緑は自分の部屋に飾った。その翌日は、神女が仏教学校へ入学して、墨染めの衣を着た日だったと、緑は後で知った。